大変だ。誰か助けてください。病院の入り口に外国人の急患がやってきた。女性の肩に捕まった男性は呼吸が荒く、かなり危険な状態だ。病院で受付をしていた俺はすぐに患者に近づこうとした時、俺の肩を掴んだ医者が言った。中卒英語でどこまでできるか見ものだね。大丈夫。何かあったら俺が代わってやる。俺は君と違って権威ある大学を出ているからな。ただしその時は俺様に土下座して頼めよ、クズ野郎。こんな時に何を言ってるんだこいつは。俺は医者のヤジを無視して患者に駆け寄った。そしてこの時の俺の行動がこの後信じられない事態に発展するとは、俺も医者もまだ知る由はなかった。俺の名前は森野光。喫茶店を経営している両親と俺、そして弟と妹の5人家族だ。両親の喫茶店は毎日大繁盛というわけではないが、商店街の中にあり、駅にも近く、地域の人から愛される憩いの場だ。父親は若い頃、ブラジルのコーヒー専門店で働いていた経験があり、母と結婚する前には海外で店を開けたらなんて話をしていたらしい。しかし病気がちな母の身を案じて国内にとどまったのだそうだ。店内には父が訪れたブラジルの風景や店の写真が飾られており、俺は父からよく在住中の昔話を聞かされていた。その様子を見ていた母は、私の体のせいでごめんねなんて言っていた。俺はいつか両親に海外で店を開く夢を叶えてほしい。そのためには母の病気を治さなくては、そう子供心に考えた。学校の授業を真面目に聞き、帰るとすぐに宿題に取り掛かる。そんな俺の態度を見て両親はどうしたのかと尋ねた。俺は将来医者になりたいと考えていることを伝えた。理由はなんとなく恥ずかしくて濁したが、夢を持ったことを大層喜び応援してくれた。弟たちも医者についてよく分かっていないにもかかわらず、かっこいいとはしゃいでいた。家族に励まされ、俺は本格的に医者を志すことにした。中学生になると現実的な壁に気がついた。医学部に入るには金がかかるのだ。おまけに受験費用すらもバカにならない。うちは言ってはなんだが裕福な家庭ではない。どっちかっていうとお金に余裕がない家だということは薄々感じていた。だから俺は高校生になったらアルバイトをして貯蓄しなければいけないと計画していた。俺がアルバイトのことを両親に話すと父親は言う。金のことなら心配しなくていい。お前たちを育てるくらいの蓄えはあるんだから、無理しないで勉強だけ頑張ればいいよ。でもテルと千秋だって大学に行くかもしれないし。弟と妹の名前を出しても両親は困った顔をしなかった。それも光が心配することじゃないよ。こじんまりした店は光にとって頼りないかもしれないけれど、金のやりくりは問題ないさ。でも俺が渋ると、それじゃあと母が提案した。お店を手伝ってくれればいいわ。お客さんがいない間は勉強できるし、それでどう？男手がいるととっても助かるの。本当にそれでいいの？むしろ大助かり。そんなわけで俺は高校生になっても勉学にのみ打ち込めた。金の心配はいらないと両親は言ってくれたが、自分たちのことを後回しにしていることは明らかだった。食卓に出てくる食事がだんだん質素になっていった。父や母はずっと同じ洋服を着ているし、母なんて前はこれでも客商売だからと白髪を染めに美容院に頻繁に通っていたのに、今では白髪がそこら中に見えていた。それに近頃は疲れやすく、体調を崩して数日横になっていることも増えた。俺のせいで父さんや母さんに無理を強いていることはとてもつらかった。やはり医者になるのは諦めようかと考えていた時、テルと千秋が俺に茶封筒を手渡した。どうしたんだこれ。
中には1万円札が6枚入っていた。テルと千秋は顔を見合わせ、俺の手を握る。俺と千秋のお年玉とお小遣いを貯めたんだ。全部で6万円あるんだよ。これでお兄ちゃんお医者さんになれる？母さんの病気治せる？お前たち。母さん最近元気ないから。中学生の2人にとって6万円は大金だろう。それを俺の将来に託すというのか。ありがとう。でもこれは受け取れない。これはお前たちが必要な時に使うんだ。こんなにも俺を応援してくれる人がいるんだ。今さら尻込みなんてできない。俺は将来母さんの病気を治すために絶対に医者になるんだ。部活には入らず、ひたすら予習と復習に打ち込む日々。喫茶店の手伝いの合間にもカウンターの裏で英単語帳をめくり続けた。幸いにも高校の授業には自習だけでついていくことができ、俺は気がつくと学年トップの成績になっていた。試験の後に個々に渡される試験の点数表に学年での順位も記載されている。副教科を除き全てが1位だった。そんな俺の噂は瞬く間に学年中に広がる。ちょっとした有名人になってしまったが、俺の将来に支障はない。そう思っていたのだが、俺の存在を快く思わない相手がいた。俺たちの住む学区には国際空港がある。その近くに立つ大きな総合病院。その院長の息子である古井空。医者の息子である彼もまた、将来医者になるべく勉学に時間を投資していた。学校が終わるとまっすぐ塾に通っているとも聞く。そんな彼はわざわざ隣のクラスにいる俺の点数表を見に来て、苦虫を噛みつぶしたような顔をした。森野ってさ、どこの塾行ってんの？塾には行ってないんだ。なんで？それでこの順位って。嫌味？そんなつもりはないよ。経済的に塾に行く金がないんだ。塾にも通えないほど貧乏なの？そんなやつはこの点数っておかしくない？おかしいって？古井は鼻で笑って点数表を俺に返した。学校の勉強だけでこの順位になれるわけないじゃん。不正でもしてるんじゃないの？先生に気に入られてるかカンニングでもした？そんなことしてない。いや、だってありえないもん。貧乏人はなりふり構わず必死だな。だから俺は不正なんてしてないって。はいはい。まあ今回は見逃してやるよ。俺と張り合う相手がいると思って見に来てみたら、こんなしょうもないやつだったなんて。カスじゃん。がっかり。古井は好き勝手言うだけ言って教室を出て行った。自分の努力を不正だと言われて我慢ならなかったが、クラスメイトのただの負け惜しみだろうという言葉で落ち着きを取り戻した。その後も試験のたびに古井は俺のもとにやってきた。彼が俺より低い順位なのは知っていた。だって俺が常に1位だったからだ。点数表を見るたび、勉強の成果が現れたことへの喜びと、また古井がやってくることへの憂鬱さがごちゃ混ぜになり、複雑な気持ちで1年を過ごした。そして2年生になり、古井と同じクラスにならなかったことに安堵したのもつかの間。彼のことなんてどうでもよくなる出来事が起こった。両親が亡くなったのだ。俺たちが学校に行っていた間、飲酒運転のトラックが誤って店に突っ込んできたのだ。当時店には両親しかいなかったらしい。帰宅した俺たちを待っていたのは、原型がわからないほどぐちゃぐちゃになった店とトラック、そして救急車や警察だった。その日、俺の夢は意味を失った。助けたいと思っていた母はいない。手に職をつけたら楽をさせたいと思っていた両親はもうどこにもいないのだ。医者になりたいと思うことも努力する必要も俺にはもうない。これからどうすればいいのか助言をくれる人はいない。目の前が真っ暗になった時、俺にすがりつくテルと千秋の体温が俺に伝わった。現実を受け入れられず呆然としているテルと
目を晴らしながらも泣きじゃくっている千秋。そうだ、俺のすべきことはある。残された家族を守らなくては。両親は俺のために金を切り詰めてくれた。だから俺も二人のために生きなくてはいけない。両親の生命保険や事故の慰謝料、生活保護費、いくら支援があっても二人を育て上げ大学に行かせるためには足りない。俺は働かなければいけないんだ。俺は高校を中退し働き口を探すことにした。どこから聞きつけたのか、最終登校日の放課後、古井がいつものように嫌味を言ってくる。あまりの貧乏に高校に通う余裕もなくなったのか？中退の理由は先生たちしか知らない。話せばそのまま涙が溢れてきそうで、クラスメイトたちには言えなかったのだ。俺はまあそんなとことだけ返事をする。正直彼に構っている場合ではない。ようやく貧乏を認めたな。不相応に俺と張り合おうとするからそうなるんだよ、この負け犬め。ああ、愉快愉快。その言葉に無視を決め込み、俺は学校を出た。そんな学生時代を過ごした俺ももう40歳になる。いろいろなことを経験してきたが、今は総合病院の受付で働いている。この病院は空港近くの病院であるがゆえに、患者には海外の人も多い。よく知らない土地で病気や怪我を負った人は相当不安だろう。俺は彼らに少しでも安心感を与えるために病院の顔として誇りを持って働いていた。職員用の食堂で今朝読み損ねた新聞を読みながら昼食をとる。ブラジルのルーカス・シルバという有名なアーティストがイベントのため来月来日することがエンタメ欄に大きく載っていた。確か母さんが彼のファンだと言っていたな。食後のコーヒーに口をつけ、アーティストの写真を眺めながらそんなことを考えていると、空いていた向かいの席に誰かが座った。満席であれば立ち去ろうかと新聞から目を離すと、同じく年を取った古井がそこにいた。そう、ここは古井の父親が院長を務めている総合病院だ。彼が将来ここで勤めることは想像できていた。できれば二度と会いたくない相手だが、俺のやりたいことを仕事にできるこの病院で働くために背に腹は変えられなかったのだ。お前、森野だよな。高校一緒だった。ああ、そうだよ。久しぶり。さすがに40歳を過ぎているだけあって、古井の振る舞いも落ち着いている。久しぶり。患者じゃないよな。高校職員用だし。この病院で働かせてもらってるんだ。そう答えると、古井は片方の眉を器用に上げる。お前、高校中退したはずだろ？まさか医者じゃないだろうな。森野なんて医者の名前聞いたことないし。うん、医者じゃないよ。まあ、中退するぐらい貧乏だったし、いくら成績が良くても医学部には入れなかっただろうな。中卒って言うと、アルバイトか清掃員とかか？惨めだよな。医者にはなれなくても病院にはすがりつくなんて、そんなに医者に憧れてるのか？まあ、生まれ育った環境でお前の人生は決まってたってわけだ。俺は受付で働いてるんだ。受付？ジムってか。まあ、立ってニコニコしてればいいだけの仕事だもんな。まあ、負け犬のお前には向いてるか。いい君。声を落として言うあたり、受付をバカにしているわけではなく、俺だけを見下したいのだろう。ついで出た声は再び大きなものに戻っていた。嫌だな。俺は准教授になったっていうのに、片やお前は中卒。ああ、中卒が同じ病院にいるだなんて、病院の品質が下がってしまうよ。誰だよ、こいつ雇ったやつは。散々嫌味を吐き捨てるだけ吐き捨てると、古井は時計に目を向け、午後の診療だと言い去っていった。じゃあな、医者の俺は1分1秒が金なんでね。あは、忙しい。やっぱり会うんじゃなかったな。俺が口を滑らせたせいか、その日以降、古井は隙を見つけては受付に現れ、
俺の仕事ぶりを観察していた。中卒、ちゃんと給料分働いてるか？案内するくらいなら誰でもできる。暇そうだな。なんて患者のいないタイミングでバカにしてくる。暇なのは一体どちらだろうか。そして数分するとピッチで看護師に呼び出され帰っていくのだ。今日も同じようにニヤニヤと何か悪巧みした顔で近づいてきた。よー、暇人の受付くん、コーヒーでも買ってきてくれないか。俺がいつも飲んでいるやつを。いつも飲んでいるコーヒーなんて知らないし、今は勤務中です。目を合わさず拒否すると受付台の上に拳を叩きつけた。お前、誰に向かって口聞いてるんだよ。ここは病院だぞ。医者の命令を聞くのも仕事だろうが。内容によります。それに今受付には俺しかいないので抜けるわけにはいきません。先生が代わりに受付に立ってくださるんですか？わざと他人行儀になるが古井はへこたれない。俺がそんな低俗な仕事するわけないだろ。だったら受付は俺に任せて、先生はさっさと診療室に。あ、こんにちは。老夫婦が受付の前にやってきた。俺は古井を視界から外し声をかける。俺の声に顔を上げる女性は多分外国人だ。中卒英語でどこまでできるか見ものだね。大丈夫。何かあったら俺が代わってやる。俺は君と違って権威ある大学を出ているからな。ただしその時は土下座して頼めよ、負け犬くん。俺は古井のヤジを無視して二人に駆け寄る。男性の顔色が悪く手が震えていたからだ。こんにちは。今日はどうされました？身分証明書はお持ちですか？まずは英語で話しかけてみる。女性は男性のカバンからパスポートを取り出し見せてくれる。ルーカス・シルバーって数日前に新聞で見たブラジル人のアーティストだ。そういえば顔もどこかで見たことがある気がする。ブラジル人なら公用語はポルトガル語だ。予約はされていませんか？どうされました？俺はポルトガル語で女性に話しかける。女性は少々驚いた顔をしていたが、もともと彼が持病を持っていること、飛行機を降り少しすると苦しみ出したことなど、同じくポルトガル語で答えてくれた。そういえばルーカス・シルバは近年心臓の病気が見つかったと聞いたことがある。急いで見てもらわなければ。古い循環器内科の先生を誰か呼んでくれ。看護師でもいい。俺が呼ぶよりも彼からの連絡の方が迅速に動いてくれるだろう。そう思って頼んだのだが、古井は首をひねっていた。何言ってんだ？英語が話せなかったからって適当なこと言うんじゃない。英語じゃなくてポルトガル語だ。いいから早く。誰がお前みたいな出来損ないのこと信じるんだよ。俺たちの会話を理解できなかったからか、古井は俺の訴えを信じない。そんなことをしているうちにルーカスは膝から崩れ落ちた。もういい。誰か急患だ。俺は受付の裏から急いで車椅子と内線を取り出す。緊急コールをかけ、ルーカスを車椅子に乗せた。ようやく事の重大さを認識したのか、古井の顔つきが変わる。古井、他の先生が来るまで彼を見てくれ。何よ、これは俺の専門外だ。何かあっても責任は取れない。古井は消化器科の医師だ。確かにいつも見ている相手とは体の状態が違う。だけど医師に変わりはないはずだ。すみません。俺は古井に期待することをやめ、近くを通りがかった看護師を呼び、ルーカスの様子を確認してもらう。俺の呼びかけには応じるので意識はまだある。どこが苦しいのか、どんな異常を感じるのか、ポルトガル語で告げられ、俺はすべてメモを取った。俺が呼んだ医師たちが駆けつけた頃にはルーカスの意識は失われていた。すぐに検査室に運ばれ、俺のメモに目を通した医師たちは緊急手術が必要だと判断したのだ。手術室に連れて行かれるルーカスを泣きながら見送る彼の妻。俺は彼女に状況を説明し、絶対に成功するからと数時間励まし続けた。6時間後、俺たちは手術が成功したことを知った。病院内がようやく落ち着きを取り戻した頃、俺は院長室に呼び出される。
古い院長は俺の顔を見るなり立ち上がり握手を求めた。森野さん、この度は本当にありがとう。君の迅速な対応と状況確認のおかげでルーカスさんは助かったんだ。どうやら一刻を争う状態だったらしい。患者の容体確認に手間取っていたら手遅れだったかもしれないとのことらしかった。先ほどブラジルの大使館からも連絡が来てね、感謝の言葉を送ってくれたよ。本当にありがとう。俺はそんな、彼を救ったのは先生たちですよ。執刀医たちも言っていたよ。事前準備がなかったら間に合わなかったかもしれない。でも君の聞き取りによって時間を短縮できたと。ひたすらに俺を褒めたたえてくれる。俺の行いが間違っていなかったこと、そして人の命を救うことに貢献できたことがとても嬉しかった。失礼します。その時、院長室に古井が入ってきた。古井は俺の顔を見るなりしかめっ面をする。森野、お前、医療通訳者になっていたんだな。ああ、そうなんだ。俺は高校を中退した後、中小企業の貿易会社に就職した。仕事仲間や取引相手には日本語を使わない人が多く、俺は仕事を通じて様々な言語を知っていった。1年のうちに数回は海外に滞在することもあり、おかげで本場で使われる会話も習得することができた。特に多く訪問する機会があったのがブラジルだった。俺は仕事のついでに父が昔写真に収めて店に飾っていた景色の場所に行き、現地のコーヒーを飲みながら物思いにふけっていた。父が訪れた土地、いつか母も行ってみたいと口にしていた場所。両親の10回忌を終えた頃にはテルも千秋も仕事に就いており、森野家の家計は安定していた。俺はもう叶える必要のない夢をブラジルの地で思い返していた。子供の頃思い描いていたようにはならずとも、似た形で何かできるかもしれない。医療従事者になる必要はなくても、ならない理由は存在していなかった。それに俺は今まで両親や貿易会社の社員、各国の現地の人たちに散々世話になってきた。これまでの経験を生かしてたくさんの人の助けになることがしたい。それから俺はしばらく仕事を通じて言語を学び、現地の言葉が話せない社員との通訳係を買って出た。そこで手応えを感じ、同時に日本の医療事務の資格をいくつか取得した後、この病院に転職したのだ。貿易会社時代の知人とは今でも交流があり、定期的に食事をしたり、彼らが言語の壁で困った時の相談役もしている。なるほどな。まあ俺も英語なら話せたけれど、ともかく医者の俺があの場にいてよかったな。患者も少しは安心しただろう。彼は消化器も弱っているみたいだから、日本で見る場合は俺が、ああ、お前は今後彼らに接触しないようにな。院長、父親からの言葉に古井は思わず言葉を止めた。え、何言ってるんだよ父さん。シルバ夫妻から森野さんと一緒にいた医者とは関わりたくないと言われているんだ。お前のことだろう。どうして俺が一体何をしたって言うんだ。その逆だ。彼は何もしなかった。医者であるにもかかわらずだ。あの藁にもすがる状況で何もしなかった古井の印象は最悪だろう。シルバ夫人から森野さんはとても献身的で最初から最後まで丁寧に接してもらったと評価をいただいている。対して近くの医者は何もしてくれなくて立っているだけだった。助けようともしてくれなかったとお怒りの言葉をもらった。森野さん、本当なんだね。まあ、そんなの、あの状況で俺が何をしていたかちゃんと分かっていなかっただけだろう。森野もこの機会に俺を貶めたいだけに決まってる。森野さんたちの話していた言葉は理解できたのか？ポルトガル語が公用語だろうが、お前は何語で話しかけた？日本語や英語でも話しかけていないんだな。古井はシルバ夫妻と一言も言葉を交わしていない。言語以前の問題だ。それは森野が英語で話しかけなかったからだ。割って入るわけにもいかないだろう。つまり彼らが何を話しているのか理解できず何もしなかったということだな。
どんどん墓穴を掘っていく古い。焦った彼は無理やり話をそらそうと俺を見た。は、ポルトガル語がたまたま話したくらいで偉そうにするな。お前、森野さんが英語とポルトガル語だけしか話せないと思ってるのか？お前、あと何語話せるんだよ。まあ、日本語と英語は置いておいて、10カ国語なら業務に支障は出ない程度に話せるよ。10？まあ、あくまでも仕事に使える程度だからマスターとまではいかないけどね。だから俺は毎日フランス語の新聞を読むし、医療に特化した単語帳を持ち歩いている。勉強に終わりはないのだ。もういいだろう。森野さんのおかげで患者は救われた。対してお前は病院の名前を落とした。それに先ほどからお前から森野さんへの態度は目に余るひどさだ。まさか他の医者やスタッフにも同じような態度じゃないだろうな。いや、まあいい。調査をすればわかることだ。結果次第では、このままこの病院に居続けられると思うなよ。どうさん、お前わかってるのか？お前の行動一つでブラジルとの国際問題に発展するところだったんだぞ。院長の怒号で古井は顔を真っ青にさせた。その後、有無を言わさず退出を促され、古井はとぼとぼと院長室を後にした。2週間後、ルーカスは無事退院の運びとなった。日本で企画されていたイベントより1ヶ月も早く入国していたそうで、仕事には支障がないとのことだ。そんな話を退院当日、俺のいる受付へと来て感謝の言葉とともに説明してくれた。本当にありがとう。君には感謝してもしきれないよ。とんでもないです。元気になってよかったですね。日本旅行楽しんでください。ああ、そうするよ。そうだ、何かお礼をしなければ。そんな、俺はただ仕事をしただけですから。それじゃあ私の気が済まないんだ。何か感謝の印に。ああ、それなら。俺はルーカスにあることを頼んだ。ルーカスの退院と岸くも同じ日に、古井は感動を受け病院を去ることになった。古井の調査の内容が、それはもうひどいものだったらしい。学力が低いと判断したスタッフをバカにし、自分の意にそぐわない相手を蹴落とそうとしていたのだ。そのことが院長に知らされると、院長はすぐに古井を准教授から外し、病院を辞めさせた。とはいうものの、別に医師免許を剥奪されたわけではない。これからは親の力を借りずに生きていく力を見つけることだろう。ルーカスを見送った後、偶然古井も俺の横を通り過ぎた。まさか彼の見送りもすることになるとは。お前、内心で俺のこと笑ってるんだろう。恨みがましい目をしているが、明らかに元気はない。たった2週間でここまでやつれるのかと信じられないほど覇気がなかった。俺は少し考えたが、正直に言ってやる。ああ、笑ってるよ。今度はお前が出ていく番なんだなって。そうか。でも、俺はお前に笑われ、バカにされた悔しさもあってここまで来れた。それも事実だ。同情か？そう捉えられてもいい。君の頭脳も医者としての腕も本物だからこそ、院長はここで働かせていたんだ。それを忘れないようにな。どうだか。結局こんなありさまなんだから。腕も才能もあるんだから、あとは気持ちの問題だろ。医者だという権利を振りかざしているだけじゃ、患者は救えない。そうだな。また一緒に働けるのを楽しみにしてるよ。院長も心ではそう思ってると思うぞ。お前もお人よしだよな。俺のこと嫌ってるだろうに同情なんてして。ああ、人に優しくするって決めているんだ。両親を亡くして中退した時から。古井は初めて知ったのだろう。両目を見開いている。親孝行しろよ。親がいる間にな。古井は小さく頭を下げ、悪かった。そう言うと待たせていたタクシーに乗り去っていった。その日の勤務終わり、俺はとある喫茶店を訪れていた。名前は森の喫茶店。店長はテル。弟は父と同じように海外で修行を積んだ後、この店を再び立ち上げたのだ。
今では常連客もすっかり戻り、店は繁盛している。営業時間を終えた店内に、俺とテル、そして千秋は集まった。今日は亡くなった母親の誕生日なのだ。ちなみに半年後には父親の誕生日を控えている。本来は命日に集まるべきだろうが、誕生日を祝う方がきっと両親も喜ぶに違いないと千秋が提案したのだ。見て母さん、兄さんからの誕生日プレゼントすごいんだよ。はしゃいだ千秋が仏壇の母に向かって俺からのプレゼントを見せる。それは助けたお礼としてルーカスに書いてもらったサインだった。もちろん母の名前も入れてもらっている。よかったねと笑うテルと千秋。俺は今幸せだ。こうして二人が立派に育ってくれたのだから。両親を失い夢を絶たれた。俺たちは運命に逆らえない。あのまま屍のように生き続ける選択肢もあった。しかし現状に抗う努力をすることで道は開ける。そのきっかけになってくれたテルと千秋に俺はとても感謝している。人生には時に試練が待っている。でもその試練の中、頑張り続けたことで今がある。だから今大変だという人も今一度自分ができることを小さなことでもいいから頑張ってほしい。その小さな積み重ねが新しい扉を開けられると信じて。今日もお客さん来なかったんだろう？店の厨房で自分の分身だと大事にしている包丁を静かに研いでいる父にそう問いかけた。どうしたもんかな？なかなかな。そう困ったように言う父を横目に、店の入り口に飾ってある両親の写真を見ながら、父の弱々しい覇気のない今の姿に、俺はまたショックを受けていた。写真の父の傍らで元気な笑顔を見せる母を見ながら、思い出思い出って言いながら、どうにかしようとなんかしていないじゃないか。そう思いながら懐かしい店内を見渡した。俺の名前は横山徹。妻は幸恵といって、母に似た芯のあるしっかりとした女性で、可愛い息子の春人は8歳になったばかりだ。父は料亭で料理人として働いていて、修行を終えると母と一緒に和食のお店を開いた。それなりに繁盛していたが、忙しい合間を縫って、2年前息子のランドセルを一緒に買いに行こうと話した翌日、急に母が病で他界してしまった。兆候はなく、職人肌である父をうまくコントロールして尻を叩いているような元気いっぱいの母だったこともあり、その現実を家族が受け入れるまでには時間がかかった。俺は妻の助けもあり、今では何とか受け入れたものの、店の2階に住む父は思い出が多すぎるのか、母を亡くしてしまった悲しみから2年経った今でも時が止まったかのように回復していなかった。そんな精神状態だからか、店を閉める日が多く、だんだんと客足が遠のいていってしまった。ただでさえ不況の影響により、多くの人が飲みに行く回数が減った今、暗い店主がいるとこよりも個室があるような大きな店が重宝されていることも追い打ちをかけた。そして全く客が来ない日も多く、今では赤字となっていた。それもそのはずだ。なんとか営業しようと仕入れはするのだが、一人で営業するのはなんだか気が乗らない父は、開店時間もバラバラだったり、愛想が悪かったり、配膳が下手だったり、不景気もあるが、そんな父の状態に情けで来てくれていた常連もどんどん遠のき、店は食材だけが余る状態だったのだ。そうなれば赤字続きなのは当たり前だった。今日もお客さん来なかったんだろう？店の厨房で自分の分身だと大事にしている包丁を静かに研いでいる父にそう問いかけた。どうしたもんかな？なかなかな。そう言ってどこか遠くを見る父に
また母との思い出でも考えているのだろうと思うと、結局強くは言えなかった。俺は切り替えて、今日の目的を父に話した。わかったよ。今度家族で温泉に行こうと思うんだ。そうか。気をつけてな。いや、父さんも行こう。店があってなかなかゆっくり行ったことないだろ？ハルトもじいじと一緒がいいって言ってるんだよ。気分転換に誘うのに孫の名前を出した。このまま誘っても父が来ないのは分かっていたからだ。息子にはそれなりに厳しかった父も別人かと思うくらい孫には優しい。父は無言でうなずき、日程を聞いてきた。俺はこの旅行であることを計画していた。俺たち家族と父は趣のある山中の温泉宿に予約をした。妻の手前部屋を2部屋取り、父の方に俺が行く予定だったが、ハルトが車の中で、僕じいじと寝る。僕が本読んであげるね。と言っていたので、様子を見守ることにした。どうやらハルトは、父が最近眠れていないらしいと言った俺の言葉を聞いていたようで、考えた結果の発言だったが、父はただハルトの頭を撫でながら、そうか、そうか、と嬉しそうにしていた。寝かしつけをしてあげると言われていることに気づいているかは疑問だったが、久しぶりの父の笑顔に早くも目的が達成できなくても、この笑顔が見れて旅行に誘ってよかったと思っていた。宿に着くと思ったよりも豪華な作りだった。きらびやかではないが、歴史にある重厚なイメージで、天窓の木工細工も繊細な作りをしていた。中井さんも丁寧な接客だった。夕飯まで時間があるので、自慢の温泉をと勧められたので、みんなで準備をし、温泉に入ることにした。最近は会うと店の話ばかりだったので、せっかく楽しそうにしている父と温泉で2人になるのが嫌で、俺はハルトも誘い3人で温泉に行った。俺の魂胆に気づいているであろう妻は少し微妙な顔をしていたが、一人で温泉を楽しめたことは良かったようで、上機嫌で戻ってきてくれた。部屋に戻ると料理がすでに運ばれ始めていて、お膳が人数分置かれていた。前菜や固形燃料で温めるものなどが並んでおり、父の目が輝いていることが分かった。これは何を巻いてあるんだ？大根か？カブかな。一度下茹でした後、焼いてからまた煮てるんだな。食べ始め、料理が美味しい、作りが繊細で、面白い技術だと珍しく父が興奮していると、おかみが料理を持ってきて、私と父の話が聞こえたようで話しかけてきた。ずいぶんお詳しいですね。この料理はなかなか作り方わからない方も多いんですよ。父は料理人なんですよ。昔、料亭修行をしていたこともあるんです。いやいや、もう引退したような、しがない老いぼれ料理人ですよ。綺麗なおかみさんに緊張したのか、謙遜する父に、しがないって今時言うかと心で突っ込みながら見ていた。プロの方に喜んでもらえてよかったです。うちの料理長にも伝えておきますね。最近沈みがちだった父が久しぶりに興奮しているところを見て俺はまだ料理をしたいんだと思う反面、店はあのままだと赤字続きだしな、と思っていると横にいた妻が俺の考えをすべてわかっているかのように、本当にお父さんに話をしてくれた？言い出しづらくて、ほらずっとハルトも一緒だったし、そう言うとわざとだろうと少し冷たい視線を送ってきたが、あなたが店を畳んでお父さんを呼んで同居するって言い出したんじゃない。私も長男の嫁としてその覚悟したんだから、今のうちにちゃんと話をしてよ。いつもと違うとこで話したいからってここまで来たんでしょ？そう、この旅自体、父を店から引っ張り出すことで、きちんと話を聞いてもらおうとする俺たち夫婦の魂胆だったのだ。
俺たちは料理を堪能し、ゆっくりと時間を過ごしていた。ハルトははしゃぎすぎて寝てしまったので、俺は父に、絵本読んでもらえなくて残念だったなぁ、と話しかけ、父が優しくハルトのお腹をポンポンと叩いたとこで、よかったら寝る前に温泉に入りに行こう。俺は父を温泉に誘った。父もバカじゃない。多分俺の目的には気づいていたのだろう。そうだな、と言って妻を軽く見てから微笑んで、俺の後についてきた。父さん、今日どうだった？よかったぞ、ありがとな。父さん、こんな風にさ、ハルトのそばにいてくれないか？お店畳んで同居しようよ。同居って、ゆきえさんはなんて言ってんだ？ゆきえは母さんに似てるから。俺はしっかり者の優しい妻を思い出しながらそう言ったが、それを聞いて父は黙ってしまった。父さんは妻を亡くしたかもしれないけど、俺も母さんを亡くしたんだ。そう言うと父はハッとしたように俺の方を見た。俺は周りが暗かったことに感謝していた。中年おっさんがするような顔はしていなかったからだ。店にも2階の家にも俺も思い出あるよ。わかってるよ、母さんは店が好きだった。父さんが元気に料理してるのが好きだった。だからこそ父さんが笑顔でいれるようにしてやるのが俺の務めだと思っている。心配なんだよ。長生きしてくれよ。俺のその言葉に明言はしなかったものの、今までと違って父は真剣に考え始めてくれているのがわかる顔をしていた。次の日の朝も温泉宿と言ったら朝風呂だろうと、すでに起きていた父を誘い、ゆっくりと温泉を堪能した。しかし、その帰り道、ガタ、ガタガタガタと大きな音とともに旅館が揺れ始めた。地震だ、大きいぞ。俺と父は客室に戻る手前の廊下で地震が落ち着くのを待った。しばらくして地震の揺れは収まったが、何かがおかしい。周りが暗いままなのだ。どうやら宿は停電になってしまったようだ。お客様、落ち着いてゆっくり行動をお願いします。停電中ではありますが、建物に危険はありません。みんな少しパニックを起こしているからだろう。少し大きめだが、相手を安心させるためか、ゆっくりとした口調で女将が誘導をしたり声かけをしていた。俺も家族が心配になり、電話をかけたが、周りがみんな使っているからだろう。混戦しているのかかからなかった。部屋は6階だったので、何の気なしに女将がいるエレベーターの方に向かうと、エレベーターは停電のため使用できません。ラウンジでお待ちいただくか、申し訳ございませんが、階段をご利用ください。6階までは大変だとは思いますが、俺たちの顔を見た女将が、部屋番号がわかっているようで、そう声をかけてきた。階段か、と思ったが、家族が心配だったので、向かおうとしたとき、携帯のアプリで妻から自分たちは無事だけど、どこにいるのか、と連絡が来た。父さん、ゆきえたちは大丈夫そうだよ。そう言って連絡が来たと伝えていると、中井が女将のところに走ってきた。女将さん大変です。さっきの地震で倒れた拍子に料理長を利き手怪我したみたいで腰も痛いって。そんな。さっきまでテキパキと指示を出していた女将が困った顔をしていた。大丈夫ですか？ちょっと料理長が仕事できなくなってしまったそうで、さっき地震で何人かも出社できないって言っていたのに、この後昼に30人の団体予約もあって。それは大変ですね。俺がそう言うと、女将はしまったと顔をして、すみません。お客様に言う話じゃなかったのにごめんなさいね。そう言って対策を講じるためだろう。その場を去ろうとした女将に父が話しかけた。よかったら私に手伝わせていただけませんか？父の言葉に俺も女将も少し大きな声で驚いてしまった。昨日話した通り、和食店を経営しているので、少しでもお役に立てるならと思いまして。女将はありがたいと思う反面、お客様にそんなことを頼んでいいのか
と思うのか悩んでいるようで固まってしまった。それを察したのだろう。普段言葉足らずな人なのに、父は自分の気持ちを話し始めたのだ。自分はここの美味しいおもてなしの料理を食べて、久しぶりに料理っていいものだと、人に元気や活力を与えるものだと気づかせてもらったんです。だから何か恩返しがしたいんです。そう言っていただけると嬉しいですが、停電もしているし、明らかに解決しなければならない問題が山積みだったので、おかみは少し弱気になっているようだった。例えば、バイキング形式にするのはどうでしょう。作り置きしやすいし、固形燃料をうまく使えば温かい料理を出すこともできます。さすがは料亭で働いていたからだろう。父は停電の中でもできるアイデアをどんどん出していった。はきはきと話すその姿に昔の父に戻ったようだった。その日は帰る予定だったので、父の状態に嬉しくなった俺は、すぐ妻に現状を伝えるために億劫だと思っていた階段を急いで駆け上がっていった。伝えると妻も少し驚いた顔をしたが、どこか嬉しそうにしていた。さすがお父さん、困った人は見捨てない江戸っ子気質ね。そう言って笑った後に、ハルトに暇つぶし用にお絵描きの道具と大好きな絵本をまとめるように言うと、さて、じゃあ私たちもやりますか。人助け。ハルトはさっさと準備を済ませていたので、この時妻が言った言葉の意味が一番わかっていなかったのは俺だったろうと思う。家族でお上のとこまで行った後は、覚えていないくらいの忙しさだった。父は厨房を、俺たち夫婦も配膳の手伝いをした。忙しい週末や母に用事がある時などは妻も手伝っていたし、俺は家業として手伝わされたこともあったので、配膳役をすることに抵抗がなかった。ハルトも小さい時から店に連れて行かれていたからだろう。店の隅で静かに座っていることに慣れていたからか、一人で遊んでいたが、お客様が来ると、ハッピを借りて可愛く出迎え誘導を手伝っていた。可愛い子供店長ね。年配の団体客だったこともあり、ハルトは可愛がられてそんな言葉ももらっていた。そんな出迎えだったからか、おかみがメニューの変更を伝え、謝罪した時も、お客様の反応は軽いものでトラブルになることはなかった。しかも途中で停電が復旧したことで、よりトラブルもなく、団体客のランチを無事に終えることができた。ランチに来てくれた客には、さらにメニューが変更になって申し訳ないです、とお土産に手作りのミニどら焼きをプレゼントした。お土産のミニどら焼きは父のアイデアだった。父が営む店でも帰りにちょっとしたおまんじゅうやどら焼きをプレゼントしていたので、おかみに可能だったらやりたいと伝えたところ、いいアイデアだと取り入れてくれたのだ。団体客は、道中も楽しめるわ、ありがとう、と大満足して帰っていった。俺のわがままにみんな付き合ってくれてありがとう。ゆきえさんもせっかくゆっくりしてほしいと計画してくれたのにすまなかった。お客さんにも配った余ったどら焼きをお茶受けに、みんなで休憩していると父がそう言ったので、料理してる父さんはやっぱりかっこよかったよ。ゆきえも本当にありがとう。そう俺が伝えたところで、おかみがお礼を言いに来た。本当にありがとうございました。無事に終わったどころか大成功でした。深々と頭を下げるおかみに、お礼を言うのはこちらです。妻が亡くなってから料理をすると妻のことを思い出してしまって、一時期は包丁を握ることも辛い時がありました。でもここで皆さんと食事をさせてもらって久々に楽しいと思えました。本当にありがとうございます。そういった父をじっと見つめていたおかみが父にある提案をしてきた。差し出がましいですが、もうしばらくここで働いていただくことはできませんでしょうか。料理長が病院に行ったところ、
しばらくは厨房に立つのは難しいみたいで、よかったらお手伝いしていただけないでしょうか。最初は驚いた父だったが、今日のことは本当に楽しかったのだろう。最後には了承していた。俺も父の決断に驚いたが、父の覇気のある顔を見たら止めることはできなかった。妻もそれは感じたようで、お父さんが元気でいれるならどこだっていいじゃないと言ってくれた。俺たちは会社や学校があったからその日に帰ったが、父はそれから1ヶ月の間温泉宿で寝泊まりしながら料理人として働いた。店には3日休みと書いた張り紙しかなかったので、一応父の決断を待つことにして、しばらくお休みしますと張り紙に変えておいた。しかし、ある日父から連絡が来て、連休にまた宿に行くことにした。よく来たな。そう言って出迎えてくれた父は、もうここが我が家のような雰囲気を出していたので、俺は少し笑ってしまった。ついて早々、父に誘われ温泉に行った。父さんが元気になってよかったよ。ああ、心配かけたな。母さんが亡くなった時はいっぱいいっぱいで、お前のこと気にかけてやれずにすまなかったな。そういった父の顔は本当に罰が悪そうだった。俺は店を畳むことにした。母さんはかっこよく料理する俺に惚れたんだ。それを思い出したから、ここでやっていくことにしたよ。あんまり真面目に親ののろけ話を聞かされて、俺は笑うしかなかった。なんだよ、それ。温泉には俺の笑い声と、父の少し照れくさそうに笑う声が響いた。温泉宿の料理人として働き始めた父は、思ったより性に合っていたようで、父の作る料理は好評になり、宿の口コミにも書かれるほどだった。さらに3ヶ月後、父に会いに行くと、父は前よりもさらに生き生きとしていた。ちょうど厨房で魚をさばいているところで、その姿を見た春人は、目を輝かせて声をかけた。おじいちゃん、かっこいい。その声に気づいた父が、ニカッと笑って、そうだろうと言ってきた。性格まで変わったんじゃないかと思うほど元気だった。父が作った遅めのランチを食べながら近況を聞くと、温泉入り放題で料理もできるし最高だと笑っていた。かっこいい俺を見て母さんもきっと喜んでくれているさ。というのでまだ言うのかと思ったが、妻が同意したことでみんなが笑った。そんな父の姿を見て、俺も頑張らないとな。かっこいい父ちゃん目指すぞ。と気合を入れたが、さらにみんなが爆笑したので少し恥ずかしかった。人生やり直すのに遅いなんてことはない。今が一番若いんだ。人生一度きり。やりたいと思ったらそれに向かって前進していきたい。失敗したっていいんだ。だって俺たちは何度でもやり直しができるのだから。父の元気な姿を見て、俺もこれからの人生、何でもチャレンジしてやると、決意を新たにするのだった。マジか。これって、俺は今葛藤している。目の前には、スカートがまくれ上がり、艶めかしい足を惜しげもなく晒す上司の姿。無意識に、俺の喉がごくりとなる。スカートの裾を戻そうと、理性をフル動員させた俺の手が、艶めかしい足に伸ばされたとき、パチリ、閉じていたはずの上司の目が開かれた。触らないでよ、変態。弾かれたように起き上がった上司に手を叩かれ、俺の脳内に社会的抹消の文字が浮かぶ。俺の人生、終わった。そう思った俺に、私のすごいでしょと、
色香をまとわせた上司が、またしても俺の理性を崩しにかかるのだ。俺は東堂凛と、29歳。旅行関連の会社に勤めている。山田さん、この前の案件はどうなりましたか？俺が配属されているのは企画営業部。その部署内に無機質な女性の声が発せられると、瞬間的に緊張が走る。声の主は南部マネージャー。艶のあるロングの黒髪に白い肌。流行りのパッチリ二重ではないけれど、印象的な切れ長な目。これぞ和風美人と言いたくなる、パッと目を引く女性である彼女に憧れる社員は男女問わず、数知れず。しかし、彼女に安易に近づく社員はこの会社にはいない。なぜなら彼女は雪女だから。マネージャーに名指しされた山田は緊張した面持ちでマネージャーのデスク前で報告を始める。はい。まず、こちらの地域の市役所広報課の方にアポを取りまして、こちらの企画内容を。経緯じゃなくて、結果から言ってください。山田の言葉を遮ったマネージャーの一言で、部署内の空気が氷点下まで下がったように静まり返った。変化のない表情と、感情の起伏を感じない声色。そこに、凛とした目で見据えられると、体が凍る。詰められた山田は、しどろもどろになりながら、なんとかまとめた資料と契約書を提出し、席に戻った時には、溶けた氷のように、机に突っ伏していた。おいたわしや。効率第一、家庭より結果、昭和のサラリーマン。絵に描いたような仕事人間であるマネージャーは、部下である俺たちにも容赦なく、効率を求め、無駄を嫌う。とにかく厳しく冷たい。だから雪女。そんな誰にでも冷たい雪女は、俺にはさらに冷たい。冷たいというより、興味がない。プライベートを聞かれることは他と同じくないし、仕事についての進捗も必要最低限。これといったお叱りも受けたことがない。おそらくだが、何も期待されていないのだろう。社会人になって早7年。俺は企画営業の中で優秀でもなけりゃ、これといった問題も起こさない。良くも悪くも普通なのだ。人生、目立っていいことなんて何もないしな。そんな部下をいちいちマネージャーが気にかけるわけもなく、ましてや自分の仕事の補佐になんて選ぶはずがない、と思っていた。東堂くん、来週金曜の出張、同行をお願いします。とある地方温泉地への出張。その補佐役として、南部マネージャーから直々にお声がかかったのだ。私ですか。ええ、先方とのアポが夕方だから、一泊宿泊になります。予定は問題ないですか？と、土曜の休日予定が宿泊により潰れてしまう配慮を見せるあたり、意外と時代に即した上司だと思う。はい、問題ありません。俺が返事をしている後ろでは、他の社員たちが、なんで東堂？あいつじゃなくても、なんて、ボソボソと静かにざわめいている。普段商談などに補佐をつけないマネージャーの珍しい補佐役のご指名。しかも、その指名がパッとしない俺と来たもんだ。不満も疑問もごもっともだと思う。今回の商談では、こちらの提案と先方の希望をすり合わせていく予定です。商談のサポートがスムーズにでき、かつ邪魔をしないことが第一。その場で即座に希望を組んだ提案と、組み立てができる人材が必要です。私は東堂くんが適任だと判断しました。これ以上に理由が必要ですか？文句があるならはっきり言え、と言わんばかりのマネージャーのセリフに、その場の誰もが黙り込む。まさか、マネージャーにそんな評価をいただいているとは思わず、当人である俺も黙り込んでしまった。詳細は来週の頭までに連絡します。マネージャーは俺にそれだけ告げると、話は終わりだと手元の書類に視線を落とす。俺は失礼しますと頭を下げ、重たいため息が出そうになるのを飲み込みながら
自席へと戻った。翌週の金曜、俺と南部マネージャーは午後の新幹線に乗り出張先へと向かった。新幹線の発車時刻まではまだ少し時間がある。俺は先に用を済ませついでに軽食を買ってこようと、マネージャーに一言告げて待合室を出た。マネージャーの好きなコーヒーはこれだったよな。用を済ませ、二人分の飲み物を持ち、待合に戻ろうとしたとき、杖をついた年配女性がキョロキョロとしている様子が目に留まった。腕時計を見ると発車まで20分ほど。子供の頃からばあちゃんっ子の俺は困っている女性を放っておけず声をかける。どうかしましたか？下をキョロキョロと見ていた女性は、財布を落としてしまったみたいなの、と不安げな視線をそのまま俺に向けた。財布となれば一大事だ。お財布を最後に出したのはどのあたりですか？新幹線の切符を買って、そのまますぐに改札を通ったのだけど。改札内で飲み物を買おうとして、財布がないことに気がついたのだという。ざっとあたりを見渡しても財布は見当たらない。切符を買った窓口に一緒に行ってみましょう。そんな、あなたまで一緒になんて悪いわ。まだ時間がありますから。杖をつき、大きめのボストンバッグを持つ女性を一人にして行くのは心配だ。俺は女性のボストンバッグを持って、一緒に窓口まで向かった。幸いなことに、女性の財布は窓口に届けられていた。本当にありがとうね。ご迷惑をおかけしてしまったわ。何かお礼をさせてちょうだい。財布を受け取った女性は、心底安心した顔で、俺に何度も頭を下げる。いえいえ、大したことしてませんから、お礼なんていらないですよ。言いながら、自身の左腕の時計を確認した俺は、やばと思わず声が漏れた。新幹線の出発まで、残り5分ほどになってしまっていたのだ。何かお礼をと、なおも律儀に言ってくる女性に、本当お気になさらず、時間がないので、これで、と、早口で告げて、俺は走り出した。ホームでは、すでに新幹線が扉を開けていて、俺はすぐに飛び乗った。息を整えながら、指定席へと向かうが、アラサーには全力疾走が答えたらしい。なかなか息が整わない。東堂くん、どこまで行ってたの？間に合わないんじゃないかと思って何度も電話したんですよ。息も整わぬまま席に着いた俺は早々に南部マネージャーにお叱りを受ける。マネージャーにしては珍しく感情が乗った声色に聞こえて、姿の見えない俺に焦っていたことが伺えた。すみません。コーヒーどうぞ。彼女の感情を少しでも動かせた事実が妙に嬉しくて、未だ切れた息に含み笑いが混じる。ごまかすように先ほど買ったコーヒーを渡した。間に合ったからいいですけど、気をつけてください。差し出されたコーヒーを凝視して、少し戸惑った声色で注意をされる。気をつけます。と俺が返事をすると、コーヒーありがとう。と、ぽそりとつぶやくような礼が聞こえた。都心から1時間ほどの海辺の温泉地。観光客で賑わう駅前に似つかわしくないスーツ姿で俺たち二人は降り立った。明日の午前には帰るので、俺の仕事以外の荷物はリュックサックのみだ。対してマネージャーはガラガラとスーツケースを引いて歩いている。女性だから荷物も多いのかと思ったが、一泊にしては随分と大きなスーツケース。この辺りは地元で、明日は実家に行くんです。俺の視線が疑問を投げかけるようにスーツケースに向いていたらしく、マネージャーがそう告げる。この海辺の街がマネージャーの故郷とは、なんだか意外だ。もう少し話を聞いてみたいが、プライベートな話をマネージャーがしてくれるとも思えない。俺は湧き上がった好奇心を抑え込み、あたりを見渡す。観光客で賑わう駅前には、土産物店が軒を連ね、干物などの海産物を扱う店も多い。店先で炙って提供しているのか、食欲をそそる香りが鼻をくすぐる。そこに混じる潮の香りに、海の匂いと
独り言が漏れた。坂を下ればすぐに海です。今日は風があるので、坂の上まで潮の香りが昇ってきたんでしょうね。ちらりと見えたマネージャーの横顔が少しだけ穏やかに微笑んでいるように見えたが、すぐに時間がないと促され、俺たちはそのまま商談の場所へと向かった。約2時間半ほどで商談は終了。もともと観光地であることに加え、広報活動も活発な土地だ。地域活性につながるこちらの提案にもかなり乗り気で、商談は無事に本契約に至った。その後は先方のご好意で食事会が行われ、この辺りの漁港で水揚げされた海の幸やご当地ビールなど観光地らしい食事を堪能することができた。キミちゃんと仕事することになるとはね。マネージャーに砕けた口調で話してきたのは、食事会から参加した先方の課長だ。どうやら地元の人らしく、マネージャーと顔見知りらしい。文ちゃんのとこには顔出すの？明日にでもとは思ってます。そうか。最近は組合の集まりに顔出さないからさ、みんな調子でも悪いんじゃないかって心配してんだ。身内の話だろうか。どことなくマネージャーの表情が暗く見える。よそ者が話に入るのもはばかられて、俺は意識的に二人の会話を聞かないように、他の人たちとの会話を盛り上げることにした。食事会がお開きとなり、マネージャーと俺は予約しているビジネスホテルへと入った。大変申し訳ございません。ホテルのフロントスタッフが頭をこれでもかと深く下げる。部屋はもう空いていないんですか？ツインのお部屋、一室だけ空きがあるのですが、二部屋のご用意ができません。今、近隣の宿にも確認したところ、すでに満室だそうで、予約してあるはずの部屋が予約できていなかったのだ。会社の総務の予約したサイトと、他のサイトでダブルブッキングしたのかもしれない。インバウンドによる観光客の増加と、昨今問題になっているホテルスタッフの人手不足が原因か。金曜の21時過ぎ、人気の観光地ということもあり、他に空いている部屋も、他の宿もない状況。いい年の男女で同室。ましてや、南部マネージャーとだなんてダメに決まっている。では、その一部屋を2名でお願いします。俺の焦りとは打って変わって、冷静な声で部屋を取ったのはマネージャーだった。いや、待ってください。まだ電車もありますし、自分は東京に戻りますよ。この距離を、この時間で帰らせるなんてこと、上司としてできません。仕事もまだ少しありますし、同室の方が効率もいいです。あとは寝るだけですし、何か問題ありますか？問題大ありだろう。俺の心の叫びは、マネージャーに本気で伝わっていないらしく、すでにチェックインの手続きを始めている。もうこれは、彼女の中で決定事項なのだろう。これは仕事、これは仕事。繰り返し念じるように自分に言い聞かせ、俺は腹をくくった。俺は今葛藤している。目の前にはベッドに横たわっている南部マネージャー。スーツのまま寝そべる彼女のタイトスカートはまくれ上がり、すらりと伸びた足を惜しげもなく晒している。どうしてこんなことになった？俺は頭を抱えた。最初の1時間ほどは今日の商談をまとめる仕事をしていた。滞りなく仕事が終わり、俺が買っておいた缶ビールを飲もうと冷蔵庫を開けたとき、私もいただこうかしら。マネージャー自らそう言い出したのだ。南部マネージャーはあまり会社の飲み会などに参加しない。歓送迎会や忘年会など最低限には顔を出すが、いつもソフトドリンクしか飲んでいなかったと思う。てっきり下戸か酒が嫌いなのだと思っていたが、どうやら違ったらしい。ホテル側のミスによって相部屋になってしまったお詫びにと、ホテルから冷蔵庫の有料ドリンクは無料で提供すると言われている。冷蔵庫から取り出されたご当地ビールのプルタブがカシュッと小気味いい音を立てて開けられた。今回はありがとう。東堂くんのおかげで商談がスムーズに進みました。お疲れ様です。
乾杯と口角を上げたマネージャーがビールを俺に向かって掲げるとぐっと煽る。思ってもみなかったねぎらいの言葉が嬉しくて、俺の口にも自然と笑みが浮かぶ。お疲れ様です。乾杯。俺もぐいっとビールを飲み出した。あっという間に缶を開けたマネージャーはご機嫌な様子で次の缶チューハイに手を伸ばす。普段社交辞令でしか上げることのない口角を上げ、ニコニコと酒を飲み続けている姿からは、雪女と呼ばれる姿が結びつかず、会社の連中が見たら間違いなく驚くだろう。東堂くんはもう少し自分の仕事の成果をアピールするべきだと思うのよ。珍しく饒舌に話すマネージャーは、しかし、そのろれつは少したどたどしいものになってきていた。酒はあまり強くないのかもしれない。こんなにもマネージャーと1対1で話せることもだが、酔っ払ってご機嫌になった彼女を見れるなんて、今回の出張は役得だ。相手のペースでそれなりに飲んでいる俺の頭も、ふわふわとアルコールが回り始め、時刻を確認すると、すでに0時を回っている。そろそろお開きにして就寝しようかという話になると、お先にどうぞ、と、未だ缶チューハイを手に持っているマネージャーにシャワーを勧められた。少し眠気が訪れていた俺は、ありがたく先にシャワールームへと足を運んだ。そして、場面は冒頭の俺の葛藤へとつながる。酔いつぶれたマネージャーの艶めかしい足から目が離せない。そして、見えているのだ。その、スカートの中の布が、脳の半分を占めていた眠気が吹っ飛び、脳内全部が男の欲望で埋め尽くされていく。ごくり、と、生唾を飲み込む己の喉の音が嫌にでかく聞こえた。そろりと伸ばした手は、一瞬戸惑い止まる。このまま彼女の衣服を暴き、この生々しい足をいじり尽くして欲望のまま、パンと俺は己の左頬をひっぱたく。何考えてるんだ俺は、しっかりしろ。理性をフル動員した俺は、艶めかしい足を隠すべく、まくれ上がったスカートの裾を下へ下へと引っ張った。その時、閉じていたはずの南部マネージャーの目がパッと開かれ、足元でスカートに触れている俺と視線が勝ち合う。あ、やば。シャワーで流したはずの汗がどっと吹き出てくる感覚に固まる俺。何してんのよ、変態。スカートに触れている手を動かせずにいる俺に向けられたのは、状況的には当たり前の非難の声。いや、違うんです、本当に。パニックになった俺は、ますますうまく言葉が出てこず、ひたすらに違うのだと繰り返す。何が違うのよ。スカートまくって、下着まで見てたでしょ？まくってません。確かにちょっとだけ見えちゃってたけど、それは不可抗力で、俺がシャワー行ってる間にマネージャーが寝落ちしたから、スカートもそっちの寝相で勝手にまくれてたんです。俺は見えてるから仕方なく戻してあげようと。声を荒げるマネージャーに、俺も慌てるあまりに言葉を選んでいる余裕がなくなっていく。見たんじゃない。だから不可抗力で、見たくて見たんじゃない。酔っ払いになんて手は出さない。ましてや上司になんて。弁明するのに必死で、自分の放った言葉に、マネージャーが明らかに傷ついた表情を浮かべたことにハッとする。そうよね。私なんかに手を出すはずがないわよね。いや違くて。こんなお堅くて、面白みも可愛げもない、雪女なんか。まさか、マネージャー自身が、その呼び名を知っているとは思わず。俺は言葉に詰まってしまった。その沈黙を肯定と受け取ったのか。彼女は、やっぱり私なんて、と勝手に落ち込んでいく。いやいや、酔っ払いめんどくさすぎるでしょ。それより、この人自分がどんだけ恵まれた容姿してるか分かってないのか。酔っ払いの笑い上戸はいいが、泣き上戸やぐちぐちした酔っ払いは勘弁願いたい。違くて、誓って俺はあなたに手を出してません。けど、あなたのあんな無防備な姿見て、何も感じなかったわけないでしょ。今だって、理性を手放したら、すぐにでも
あなたに飛びかかってますよ。布団を握りしめて、うじうじうつむいていたマネージャーが、俺の言葉に弾かれたように顔を上げる。私に飛びかかりたくなるの？当たり前でしょ。今すぐ脱がしてしまいたいほどにいい女なんですよ、あなたは。俺は上司に向かって何を言っているんだ。自分の頭を乱雑にかき上げ、己のとんでもない発言に早くも後悔が押し寄せてきた。これは完全にセクハラ。いや、それ以上か。と、恐る恐るマネージャーの表情を伺うと、彼女は顔を真っ赤にして、口をパクパクと動かしている。でも、絶対手は出しません。あなたをそんな性のはけ口の対象になんてしたくないので、もっとあなたへの感情はそんなんじゃないんです。俺の言葉にマネージャーが目を見開き、さらに顔を紅潮させた。これではまるで告白ではないか。俺もやっぱり酔っているようだ。いや、変な意味でなく、と言いかけたところで、嬉しい、と、ぽつりと漏れた言葉。は？と、俺がマネージャーの顔を伺うと、顔を赤くしたまま、目を潤ませた彼女は、俺に向かって綺麗に微笑み、言葉を紡いだ。私と付き合って。翌朝。って感じで、私のことは君よでも、君でもいいから、親しげに呼んでください。私も名前で呼ばせていただきます。あとは適当に話を合わせていただければ構いませんと、昨日の酔っ払ってあられもない姿を晒した人とは思えないほど、仕事モードのマネージャー、元井、君代さんが俺に今日の予定の説明をしている。昨晩の君代さんからの告白。この真意は、お付き合いしているふりをしてくれというお願いだった。この観光地の海辺に近い商店街で定食屋を営んでいる彼女の実家のお手伝いを彼氏として今日一日お願いしたいというのだ。帰るたびに交際相手の有無や結婚について問われてて、それが嫌でここ数年あまり帰っていなかったんです。いい加減顔を出さなきゃと思っていたんですが、一人で行くときっとまた結婚の話をされると気が重かったんで、どうせなら彼氏を連れて行けばいいかと思いまして、ご迷惑をおかけしますがと深々と頭を下げられれば断ることもできず、俺は今定食屋の目の前に立っている。ちなみに昨晩はあれ以上何かあるわけもなく、シャワーを浴びた君代さんはさっさとベッドで眠りについてしまった。おかげで俺は寝不足だ。あんた、アジさばけるか？挨拶もそこそこに問われた質問に、俺は、はいと疑問符を浮かべる。アジの叩きもできねえやつなんて、俺は認めねえよ。店で使い物にならねえだろ。お父さん、どうして私が店を継ぐ前提で話をしているの？私は、この店を継ぐつもりないって何度も言っているでしょ？リント君も、私と同じ会社に勤めてるの。こんな田舎の店、継ぐわけないじゃない。君代さんの父親である文太さんは、いかにも頑固そうな、定食屋の無口な親父さんといった風貌で、涼しげな目元がどことなく君代さんに似ている。だったらなんで連れてきたんだ？わざわざ都会の男捕まえたって報告か？そんなもんいらねえよ。もうすぐ昼の営業時間なんだ。とっとと帰れ。どうやら、娘の連れてきた都会の男、つまり、俺がお気に召さなかったらしく、魚をさばく手はそのまま冷たく吐き捨てられる。お父さん、確かに僕は魚はさばけませんが、今日お店の注文などのお手伝いをすることはできます。何かお手伝いさせていただけませんか？一日の彼氏役だとしても、請け負ったからには少しでもそれらしく振る舞わなくてはと、俺が口を開く。あんたにお父さんなんて言われたくねえな。俺は思わず、すみませんと謝るしかない。あまりにも古典的なやりとりだ。お父さん？なんでそんなこと言うのよ。何度も何度も結婚はまだか、子供はまだかってせっつくから、わざわざ彼に足を運んでもらったのに、だいたいお昼の営業ってお父さん調子悪いんでしょ？腰とか痛がること増えたって、
少し休めばいいじゃない。俺はどこも悪くねえよ。人を病人みたいに言うんじゃねえ。普段の君代さんからは考えられないほど、感情的になって話す姿。やはり親の前では、この人も娘の顔になるのだなと、ぼんやりと考える。せっかく来てくれたのにごめんなさいね。あの二人は顔を合わせればいつもあんななのよ。性格が似てるのよね。謝りながら俺の前にカルピスを置く母親の幸恵さんはちっとも困ってなさそうな顔でおっとりと話す。この親子の言い合いに慣れているのだろう。ああ、でもお手伝いは本当にいらないわよ。ここ最近お店がとっても暇でね。土日の稼ぎ時でも閑古鳥が鳴いてる状態なのよ。困った表情で話す幸恵さんに、お前は余計なこと言うなと文太さんの声が飛ぶ。なんで急に？店の現状を初めて聞かされたらしい君代さんが詳しく聞こうとすると、がらりと店の引き戸が開いた。こんにちは。入ってきたのは40代半ばだろうか。随分と黒光りしたサングラスをかけた男だ。店はまだ開いてねえぞ。出て行け。男の姿に文太さんが冷たく言い放つ。店に顔を出したから、ついでにご近所さんにご挨拶に来ただけだよ。ご挨拶。いや、潰れてるかと思ったけど、まだ潰れてなかったんだね。こんな小汚くて、評判も悪い店。ずかずかと店まで入ってきて、随分と失礼な物言いをする男に、俺の眉間にシワが寄る。あなた、何なんですか？お客さんじゃないなら帰ってください。それは、隣にいた君代さんも同じで、険しい表情で男に退店を促す。おや、これは随分綺麗なお嬢さんじゃないですか。客じゃないなら娘さんかな。私、向かいの店の木下と申します。君代さんを上から下まで舐め回すように見て、下びた笑みを浮かべるのは、2ヶ月ほど前にできた海鮮問屋のオーナーである木下。都内や人気観光地で飲食店を複数経営しているらしい。この海辺の温泉地は、一昔前に人気観光地として一世を風靡していたが、それも時代とともに廃れ、坂の途中には大型ホテルの廃墟が並び、商店街も軒並みシャッターが降りている状態だった。しかし、ここ数年、代替わりとなった若い世代や都内からの移住者たちの手により、再び街に活気が宿り、観光地としての盛り上がりを見せている。すると、こういった流行りの土地への出店で、儲けを得る奴らが集まってくるようだ。聞こえなかったか？出て行けって言ったんだ。低い声で再度促す文太さんに、すっとスマホを構えた木下が、こんな接客態度の悪い店にお客さんが来ないように SNS に上げて教えてやらないとね、とほざき出す。ちょっと、声を荒げるマネージャーの前に俺は立ちふさがり、木下に向かってスマホを向けた。SNS にアップしたら、こっちは出るとこ出て訴えてもいいんですよ。店内での撮影許可は出してません。うちの店から出てってください。これ以上居座るようなら警察を呼びます。名誉毀損罪、脅迫罪、不退去罪、オタク、全部当てはまってんじゃないの？冗談だよ冗談。ご近所同士仲良くやりましょうよ。ほら、この通り動画は撮ってませんから。まあ、口コミ評判の良くない店がいつまで持つかわかりませんがね。では私はこれで。俺の言動に焦った木下は顔を引きつらせ、舌打ち混じりにようやく店から出て行った。はぁっと無意識に止まってしまっていた呼吸を大きく繰り返した俺を、マネージャーが驚いた顔で見ている。トード、リントくんすごいわ。ネットで覚えた、取ってつけたような知識ですよ。正しいかはわかりませんが、店のオーナーをしている人間は、ちょっとでも問題なんて起こしたくないもんかなと思って、自分からあんな行動を取るなんて、ちょっとヤバそうなやつだったんで賭けでしたけど、それでも十分すごいと、少し興奮気味なマネージャーと、母の幸恵さんに褒められて、おもはゆい。が、その後ろでは、
文太さんが不満顔を浮かべている。いつお前の店になったんだよ。俺が口にした、うちの店という発言が気に食わなかったようだ。とっさに出てしまったのだから仕方ないだろう。あなた、うちのために矢面に立ってくれたのに、なんて言い方するんですか？そうよ。この店を守ってくれたのよ。俺が謝るより先に、文太さんを叱りつける、幸恵さんと君代さん。母娘の詰め寄りに、ぐっと言葉を飲み込んだ父親は、罰の悪そうな顔になる。あんた、昼飯まだだろ。飯食ってけ。吐き捨てて、厨房へと入っていく背中を見て、あれで感謝してるつもりなのよ。ごめんね。と、幸恵さんが笑顔を浮かべる。ありがとうございます。と俺が背中に頭を下げたとき。痛みに耐える声を漏らした文太さんが、膝をついてうずくまった。お父さん！駆け寄ると、文太さんの表情は痛みにもだえ、額からは油汗が浮かんでいる。救急車呼びます。俺はすぐに救急車を要請した。搬送された地元の病院での診察結果は、尿路結石。すぐに応急処置が行われたが、手術が必要なサイズの石も確認できたため、合わせて約1週間の入院となると、医師から説明を受けた。お父さん、結石なんて初めてできたわ。最近よく眠れてなかったみたいだし、ストレスもあるのかしらね。でも、命に別状がなくてよかった。と、ほっと胸を撫で下ろす幸恵さん。同じく安心した俺の口からも、よかった、と声が漏れる。一緒に来てくれてありがとう。俺を見上げた君代さんが、眉を8の字に下げて礼を述べた。文太さんの付き添いに、幸恵さんを残し、定食屋に戻った俺たちは、当面の店の休みの準備を始める。こんなことまで手伝わせてごめんなさいね、東堂くん。君代さんが片付けながらポツポツと話し出す。最近、お父さんが調子悪いみたいってお母さんに聞いて、心配はしていたの。ずっと結婚のこと言われて反抗してたけど、どこかで顔を出して安心させてあげたいって気持ちもあって、だから、東堂くんに無理言っちゃった。迷惑かけてごめんね。迷惑だなんて思ってませんよ。静かに話す君代さんに、俺も静かに答える。迷惑だなんて、本当に思っていない。観光地ではあるけど、ここってやっぱり田舎でしょ？昔から周りは知り合いだらけで、誰が昨日どこにいたとか、南部さんちのキミちゃんが夜遊んでたなんて、本当にすぐに話が回っちゃうの。典型的な田舎って感じ。それがすごく嫌で、どうしても東京に出たかった。こんな田舎の小さなお店じゃなくて、東京でバリバリ稼ぐようになりたいって、小さな定食屋で東京の大学まで行かせるなんて、すごく大変なことなのに、この年になってすごく身に染みてる。父親の調子が悪くなって、ようやく親孝行したいだなんて、自分でも勝手な娘だなって呆れちゃう。でも、マネージャーはちゃんと会社で成果を出してるじゃないですか。東京の会社でちゃんと夢を叶えて、バリバリ働けてるのだって、十分に親孝行だと思います。俺の言葉に少し困った顔で笑った君代さんは、私は会社のお飾りなのよ、という。女性にも役職をって、国が躍起になって進めてるでしょ？会社はそれに乗っかって、女性の役職率を形だけでも上げていきたいのよ。実際は、会議の場なんかでは、今まで通り発言権は男性優位だし、私の提案なんてほとんど採用されない。私は、上の人間のしてほしいマネージメント業務をタスクのようにこなしてるだけ。歯がゆさを隠しきれない表情を隠すように、君代さんはうつむく。そんなこと。だって自分は、マネージャーの仕事ぶりを尊敬しています。いつも的確だし、合理的な指示をしてくれる。それができるからこそ、役職を与えられてるんじゃないですか？ありがとう。そんなこと、面と向かって言ってくれるの、東堂くんくらいよ。俺の言葉に、驚いた表情を浮かべた君代さんは、やや会ってから、照れたような笑みを浮かべてそう言った。昨日から初めて見るマネージャーの表情だらけだ。
失礼ですけど、マネージャーは今本当にお付き合いしている人とか、結婚を意識している相手いないんですか？やっぱりちゃんと本当の相手を文太さんたちに紹介した方がいいと思うんです。照れ隠しのように俺に昼を食べていけと言ってくれた文太さんの様子から、きっと君代さんが選んだ相手なら口ではなんだかんだと言いつつも受け入れてくれる人なんじゃないかと思う。きっと娘と将来結婚する相手を楽しみに待っているはずだ。いないから東堂くんに頼んだのよ。そもそも結婚願望がないの。意味を見出せないというか、漠然と自分には向いてないんじゃないかって。この性格だから人と付き合うのも苦手だし。でも最近少しだけ、本当に少しだけ、とっさに自分の前に立って守ってくれるような人が素敵だなって思えた。そう言って俺を見つめた君代さんの涼しげな目元は少しだけ熱を帯びて見えた。俺も人前に立つのも目立つのも好きじゃないけど、この人のためならってとっさに守りたくなったことがつい最近ありました。君代さんの瞳に映る俺の顔も少し熱を帯びている気がする。少しだけお互いの顔の距離が近づいた時、夕方を告げる音楽が海辺の街に鳴り響き、俺たちは思わず見つめ合っていた視線を外す。視線を外した先の厨房に貼られているカレンダーが目に留まった俺は、すぐにある決意をし、口を開いた。このお店の立て直し、協力させてもらえませんか？突然の俺の申し出に少し赤い顔のまま。でも、これ以上何かさせるのは悪いから。と君代さんは驚いた表情を浮かべる。俺がやりたいんです。やらせてください。君代さんの手を懇願するように握り、真剣に交渉する俺の勢いに、君代さんは驚いた表情のまま、こくりとうなずいた。それから早3ヶ月。いらっしゃいませ。俺は文太さんの店の厨房でキャベツを切ったり、米を炊いたりとお手伝いをしている。来られるのはもちろん休みの日だけで、はじめこそ、素人の手伝いなんていらねえよ。と言っていた文太さんも、ほぼ毎週のように店に手伝いに来る俺に、しぶしぶながら折れてくれた。文太さんは退院してから調子が良さそうだ。おい、味噌汁沸騰させんな。はい、すみません。俺と文太さんのやりとりを客席から見ていた地元のおっちゃんたちは、すでに見慣れた光景とばかりにそれを眺め、昼からビールを飲んでいる。いやでもほんと、キミちゃんの彼氏が来てから、この店も活気が戻ったよな。SAS っつーの。で、いっぱい宣伝してくれたんだろ？ SNS ね。他にもね、お店の口コミに身に覚えのない悪口がいっぱい書かれてたんだって。それもリンくんと、君が対処してくれて、本当最近のインターネットってすごいわね。そう話す幸恵さんも、ここ最近の店の繁盛ぶりに安心しているようだ。木下とかいうオーナーが言っていた、口コミ評判の良くない店という言葉に引っかかっていた俺は、この店の口コミを調べた。すると、星1という信じられないほどの低評価がつけられ、魚が腐った匂いがした。店の人の接客が最悪など、ひどい書かれようだった。それらは、文太さんも幸恵さんも身に覚えのない口コミばかり。しかも、文太さんが入院している間にも2件ほど、店が閉まっているにもかかわらず、口コミが追加された。これで俺は確信した。マイナス評価がつくようになった日付は、向かいの店がオープンする前後から、受注ハック、向かいの店の仕業だろう。以前こういった事例を取引先に聞いたことがあった。ライバル店のマイナス評価をクラウドソーシングで募集するのだ。店のマイナス評価を口コミすることで報酬が払われる。店に来たことがない人間があたかも来店したかのように口コミするのだ。悪質極まりない。店の営業妨害や名誉毀損に当たりそうな口コミをした人間には、返信欄から来店日時と注文商品の詳細などを問い詰め、同時に作っていた店の SNS アカウントで、
虚偽の口コミをした人間を訴える可能性とも取れる投稿をしてやったのだ。するとどうだ？マイナスだった口コミはあっという間に削除されていき、口コミは星4まで戻ったではないか。SNS のコメントには、店に来たことがある人たちからの応援コメントが書き込まれるようになった。それを文太さんにも教えると、そうかよ。と、そっけない口ぶりではあったが、うっすらと上がった口の端から喜びが滲んで見えた。東堂くん、あなたかなりできる人じゃない。会社で猫被ってたわね。君代さんは俺を横目で見ながら言った。実は、俺は勉強で困ったことがなかった。勉強以外のこともすぐにできるようになる。だから何事もやる気になれなかった。会社に入ってもそうだ。人に合わせて笑い、それなりに日々をこなす。熱くなる人を横で冷めた目で見ていた。でも、君代さんやここの人たちに出会って、俺は強く変わりたい。守りたいと思った。そう。俺は生まれて初めて生きていて楽しいって思えたんだ。人のためになりたい。そのためなら、俺の能力を最大限フル活用してやるんだ。その時、一人の客が来た。ガラリと開いた引き戸の音に、いらっしゃいませ、と、幸恵さんが出迎えた後、英子さん、ご無沙汰しております、と、少しかしこまった声で挨拶している。ほんと久々よね。仕事であちこちに行ってたから、おとといようやっとこちらに戻ってきたのよ。和やかな会話が聞こえ、厨房内からちらりとお客さんを確認すると、そこには見覚えのある年配の女性が立っていた。あら、あなた東京駅でお会いした。目が合った俺にすぐに気がついた女性が嬉しそうに声をかけてくる。ああ、あの時の。言われて瞬きしながら記憶をたどった俺は、3ヶ月前に駅で財布を一緒に探した女性を思い出し、声を上げた。あなたのこと探していたのよ。ここのお店に東京から助っ人に来ている人がいるって聞いたから来てみたんだけど、会えてよかったわ。嬉しそうに目を細める女性。まさか、その噂だけでここを訪ねてきてくれたのか。A さんと知り合いなのか？ A 子さんと呼ばれた女性と、俺が知り合いだったことに驚いているおっちゃんたちに、東京駅でちょっとしたお手伝いをしただけだと話す。文太さんたちもお知り合いなんですか？お知り合いも何も。芹沢英子さんはこの辺りの。おっちゃんが何か言いかけたとき、またもやお店の入り口がガラリと開いた。こんにちは。入ってきたのは木下。以前店に顔を出した時と同じように、下びた笑みを浮かべている。何の用でしょう。こいつが客じゃないのなんて分かりきっている。君代さんがいぶかしげに尋ねた。いやね、この店がそろそろ潰れてんじゃないかなと思って、うちの新店舗のテナントにどうかなって見に来たんだけど、なんだ、随分と客が入ってるみたいだね。おかしいな。皆さん、この店は傷んだ食材を出すわ。気に入らない客にはぼったくった価格を請求するような店ですよ。こんな店やめておいた方がいいですよ。木下は店内にいる客に対して急に大声で語り出した。あなた、なんてこと言うのよ。うちはそんなことしたことないわ。君代さんが慌てて反論する。俺の言ってることが嘘だって証拠は？現にこの店の口コミでそう書いてるお客さんがいるじゃないか。それもどうやら店が脅して削除させてるみたいだけど、な。ニヤニヤという木下の前に、今度は俺が立った。あんた、ずいぶんこの店の口コミチェックしてるんだな。口コミ内容まで見てるなんて。お迎えの店のせいで、うちまで客足が遠のいたら困るからね。経営者として当然だろ。一瞬眉を寄せた木下は、鼻で笑って俺に言い返す。今は小遣い程度の軽い気持ちで、嘘の口コミを書いてくれるような、ネットリテラシーの低い人間がたくさんいるみたいだね。印象操作も金でできるってわけだ。確信をついた俺のセリフ。これには、木下が明らかな動揺を見せる。何が言いたい？俺がそんなことをしたとでも言いたいのか？証拠は？声を荒げた木下に、
俺が言い返すより前に、声を発したのは予想外の人だった。出て行きなさい。A子さんだ。静かだが、芯のある強い声は、先ほどまでの穏やかな彼女の人柄が嘘のようだ。なんだよばあさん。あんた関係ないだろ。よそ者はしゃしゃり出てくんな。木下の暴言に、文太さんや地元のおっちゃんたちの雰囲気が、さらにシーンと張り詰めたのがわかる。お前、この人はこの辺りの大地主だぞ。この辺りの土地はだいたいこの人が貸してくれてんだ。もちろんお前の借りてるテナントビルもだ。ここでこの人に立てつくのがどういうことか分かってんのか？睨みを聞かせたおっちゃんの言葉に木下が息を飲む。ちょうどいいわ。今日はお宅にうちのビルから立ち退きをしてもらう旨を伝えに来たのよ。なんでうちが立ち退きなんて、テナント料だってちゃんと払ってるだろ？契約内容を確認なさい。この辺りで店を出す人間には、この商店街を盛り上げることと、商店街の組合に加入することを必須条件にしているのよ。そちらさんは、組合に入らないどころか、この商店街で長年頑張ってくれている、この店を潰そうとまでしているなんて。そんなよそ者には、即刻出てってもらって当然です。淡々と A 子さんが告げる。そんなの契約違反だ。黙りなさい。この土地を乱す人間など、私は絶対に認めないよ。A 子さんの怒号が店内に響く。A 子さんの隣に立つ地元のおっちゃんたちの目つきが殺気立っている。これではもう木下に勝ち目はない。田舎の大地主やその横のつながりをないがしろにしてはいけない。時に陰湿にも感じられる田舎の文化は、しかし確かにこの土地を守り続けるのに必要なつながりなのだ。木下の店はもうこの土地で続けていくことはできないだろう。それに、これ以上この店に何かしようとしたら、俺はあんたの会社を訴える。あんたの会社が口コミを書かせたって証拠まで、こっちはちゃんと集めてあるからな。追い打ちとばかりに、俺が低い声で言い放つと、木下は顔を真っ青にして店を飛び出していった。ごめんなさいね、お騒がせして。ここのご飯はとっても美味しいのよ。皆さんゆっくり食べていってあげてちょうだい。ああ、怖かったわ。茶目っ気たっぷりの A 子さんの言葉に、殺伐としていた店内の雰囲気がパッと明るくなる。観光客らしき女の子たちから、おばあちゃんかっこいいと拍手が飛ぶほどだ。少しはお礼になったかしら。突然向けられた言葉で、俺は目を見張る。お財布のお礼、できてなかったでしょ。この人は、地位や財産をむやみに振りかざすような人じゃない。なんて素敵な人なんだ。ありがとうございます。俺は A 子さんに深く頭を下げ、それに続いて、君代さんたちも A 子さんに頭を下げた。翌日の日曜の夜、俺と君代さんは新幹線で都内へと戻っていった。東堂くん、本当にいろいろありがとう。言葉だけじゃ言い表せないくらい、あなたには本当に感謝してる。そんな、自分が勝手にやってるだけですから、マネージャーは気にしないでください。いつもそう、帰りの新幹線に乗った瞬間から、俺たち二人はマネージャーと部下に戻るのだ。あの木下のお店との問題も解決しそうだし、本当に、もう無理に続けなくても大丈夫よ。SNS なんかは私が引き続き管理していくから、お父さんたちには別れたっていうか、いや、ちゃんと初めからお付き合いなんかしていなかったって、私が正直に話す。君代さんは窓の外を眺めながら告げてきた。それは、この交際ごっこを終わらせるという意味か。文太さん、気づいてましたよ。自分とマネージャーが嘘ついてるの。驚いた表情のマネージャーと窓ガラス越しに目が合った。昨夜、店の営業が終わり、いつものように残った食材をつまみに晩酌をとっている文太さんが俺を呼んだ。おい、あんたも一杯どうだ？文太さんから晩酌に誘われたのは初めてで、驚きと嬉しさがこみ上げる。ここ数ヶ月、そしてこの日の木下との一件で、
文太さんは確かに俺を認めてくれている。そう感じるようになった。しかし同時に嘘をついているという罪悪感が強くなる。俺はこの店が好きだ。たった数ヶ月の手伝いでも、俺を受け入れてくれた文太さんと幸恵さん。そして、この土地の人たちも好きだ。だからこそ、ちゃんと本当のことを言ってしまうべきなのではと悩んでいる。俺は、まだここを手伝ってもいいのでしょうか。思わず口をついた言葉に自分でハッとする。君代さんに相談もなく、自分から事実を告げていいはずがない。瓶ビールを手酌する文太さんが、俺の顔をじっと見ている。いや、すみません。独り言です。俺は濁すように言葉を取り消す。あんたが来たきゃ来りゃいいだろ。ここの奴らは田舎特有の仲間意識は強いが、ここが好きで越してきたような奴らのことは受け入れてる。むしろ、若い奴らは俺らにはできないような街の盛り上げをしてくれるってありがたいとも思ってる。木下みたいな奴はごめんだがな。俺のグラスにもビールを継ぎながら、文太さんは続けた。商店街の奴らは、あんたのこと気に入ってる。うちの店だけじゃなく、この商店街が賑わうようなことまでやってくれてよ。土日にあんたが来てねえと、商店街の若い連中なんかはがっかりしてんだ。おかげで店は忙しいしよ。誰の手があっても困りゃしねえよ。それが、娘の男じゃなくたってな。俺を受け入れてくれている文太さんや、商店街の人々に胸が熱くなり、そして最後の言葉に、俺は文太さんを凝視した。文太さん、気づいてたんですか？君よはな、俺の作るアジのたたきが好物なんだ。子供の時なんか、お父さんみたいにアジをさばいてくれる人とじゃなきゃ結婚しないなんて言ってな。あんた魚さばけなかっただろ。今もまだまだだけどな。大事な一人娘だ。嘘なんてすぐわかると、口の端を上げる文太さんの声色は優しい。あの日、初めてこの店に訪れた日に見た厨房のカレンダーには、君よ帰省へと、不器用そうな文字で書かれていたことを思い出す。あいつは素直じゃねえぞ。気も強え。人一倍強がりで。でも、人一倍優しい子だ。リンと、君よが好きか？きっとあの日も、娘のために、とびきりのアジを仕入れていたのであろう不器用な父親が、俺に尋ねる。新幹線で、ここまで聞いた君代さんの顔は真っ赤になり、目はうっすら潤んでいる。お父さん、そんなこと。ごめん、東堂くん。そんなこと聞かれて困ったわよね。文太さんの問いに、俺が何と答えたか。君代さんは聞きたいけれど聞けない。そんな表情で、窓越しに合っている目をそらした。大好きです。え？俺、文太さんにそう答えました。マネージャー。いや、君代さん。俺と、結婚を前提に、本当にお付き合いしてくれませんか？昨晩、俺の返事に文太さんは、ただそうかとだけ、しかし、満足そうにうなずいてくれた。だから俺は、君代さんを幸せにしたい。やっとこちらを向いてくれた君代さんの目から涙がこぼれる。はい、喜んで。東京までの新幹線の中、俺たちは静かに手をつないで過ごした。それから1年後、文太さんの店や商店街の店は、一層賑わいを見せている。俺を含め、若い人たちが考えた企画が、英子さんの支援により、実現していっているのだ。相変わらず平日は、都内で働く俺は、以前よりも仕事に前向きに取り組んでいると思う。裏方で力を発揮したい俺の意志を組んだマネージャーが、企画営業の中でもサポート役を主とするチームを作り、仕事を仕分けてくれたことも大きい。これは俺だけでなく、部署全体の仕事が円滑になった取り組みで、部署内での評価もいい。リンくんや、みんなの個々の力を活かしてあげたいじゃない？俺にしか見せない可愛らしい笑顔でそう話す君代さんは、やっぱり上司として尊敬できる人だ。そんな彼女が、毎週とはいかずとも、俺と一緒に実家の定食屋へ行くのを楽しみにしているのを俺は知っている。うちの会社では、
ここ数年でフルリモート制度がかなり充実してきた。実際に都内から他県に越した人もいるほどだ。そろそろ一緒に暮らさない？俺の部屋でコーヒーを落としている君代さんに、そろそろ夕食食べ行く？と変わらぬテンションで問いかける。一緒に暮らすのはいいけど、どっちのマンションに入る？うちのマンションの方がちょっとだけ広いかしら。俺と暮らすことに疑問を持っていないのか？あまり驚く様子もなく承諾する君代さんに自然と口の端が上がってしまう。君代さんと俺が大好きな海辺の町に引っ越すなんてどう？え？くるくるとお湯を注いでいた手を止めた君代さんが顔を上げる。本気で言ってる？うん。君代さんがうなずいてくれるなら。キッチンから小走りで俺に向かってきた君代さんは、俺の胸に飛び込むように抱きつく。ありがとう。本当に大好きよ、リンくん。少しだけ鼻にかかったような涙声の彼女を俺は抱きしめた。俺も大好き。そう言って見つめ合った俺たちの間で、どちらともなく腹の音が鳴る。夕食何にしようか。恥ずかしそうに笑う君代さんにつられて、俺も笑う。季節は初夏。あの魚の最もうまい時期がまたやってきた。アジのたたきを作ろうか。365日、いつでも一緒にいられる人だからこそ、とっておきのタイミングで愛を伝えよう。愛に始まり、愛に終わる。そんな人生を彼女とあの場所で送っていきたい。